出雲大社は空中神殿だったという噂です。神殿の屋根は雲をも貫くとされていました。証拠はあります。この柱は普通の柱とは少し違います。ストレンジハンターのタカです。いや、今日も面白い話をしていきたいと思います。僕は綺麗好きで車を洗車するんですけど、なんで洗車をした次の日に車には糞がついてるんですかね。だいたいあるあるじゃないですか。洗車をした次の日に思いっきり鳥の糞がついてる。まあこういうネタもいつかストレンジストーリーでやっていきたいと思いますが、それでは今日の本題に入っていきましょう。なるほど、今日は出雲大社の話ですね。出雲大社は島根県にある有名な神社なんですが、実は今ある出雲大社っていうのは昔に建ってた出雲大社とは違うってことなんですよね。今日はそこについてお話をしていきますね。出雲は神々の国と呼ばれていて、出雲大社ってみんなを呼んでますが、正式な読み方は出雲大社。この出雲大社は数千年の歴史を持つ神殿と言われています。日本最古の歴史書「古事記」にもそのゆえんが書かれています。古事記には国譲り神話っていうのが書かれていて、出雲大社の神様は大国主の大神、いわゆる大黒様と呼ばれている神様が祀られているんですね。日本最古と言われている神社出雲大社には古来から不思議な言い伝えがあるって知ってますか？その言い伝えとは、かつて出雲大社は空中神殿だったという噂です。空中神殿というのは超高層で巨大な古代神殿のことです。言い伝えでは上古32畳、そして中古16畳という区伝があります。現在の本殿の高さは約24メートルです。1744年に3度の修繕によって今の形になっています。上古というのは古代のことで、古代には32畳、これは約96メートルです。そして中古、これは中世のことですが16畳、約48メートルの高さです。古代には太い柱で支えられた空高くそびえる神殿だと言われていました。その高さはビル15階分。コンピューターによる復元によると109段の階段と高さ48メートルの巨大な神殿の姿となっています。さらに時代を遡ると、なんと約96メートルの社殿があったとも言われています。約100メートルってとてつもないでかさですよね。今の出雲大社って約24メートルですから、そこから計算すると4倍、とんでもない大きさの建物だったと言われています。ではそれを参考までに少し他のものに例えてみましょうか。約50メートルというとパリの凱旋門、あとは日本人はおなじみのゴジラ、このゴジラがだいたい50メートルぐらいです。他には東大寺の大仏殿、あとは進撃の巨人に出てくる壁、巨人がいっぱい中に入っている壁、あれがだいたい50メートルぐらいだと言われています。そして古代には96メートルあったわけですよね。じゃあ約100メートルあった建物、これを分かりやすく例えるとタワーマンションの約30階建て、これがだいたい100メートルです。他には博多のポートタワー、神戸のポートタワー、これが108メートル、だいたい100メートルですね。だいたいそれと同じぐらいの高さの神殿が建てられていたと言われています。とんでもない高さですよね。出雲大社に行かれた方は見たことがあるかもしれませんが、出雲大社には日本で一番大きい国旗があるんです。ものすごく高い柱の上にめちゃくちゃでかい国旗が掲げられているんですが、実はこの国旗が掲げられている高さは昔にあった出雲大社の神殿よりも少し低く設定されて作られているそうです。なので出雲大社に行かれた方はぜひその国旗の高さを見てください。昔はその高さまで階段がつながっていて、そこから大きい神殿があったんです。本当に信じられないんです。
古事記や日本書紀の描写によると、広く厚い板を用いて作られたとされています。そして太く長い見柱は地下の岩盤に届くほどに地中深く埋められていて、神殿の屋根は雲をも貫くとされていました。いろんな書物にもこの出雲大社が大きかったっていうのが書かれてるんですけども、昔にあった建築物として大きいものベスト3っていうのがありまして、それによると3位が平安京にあった大極殿、2位が東大寺の大仏殿、そして1位がこの出雲大社なんです。証拠はあります。そう、証拠はあるんです。実際にこの出雲大社の地下から出土しているんです。平成12年から13年にかけて直径が約3メートルにもなる巨大な柱が3カ所で発見されています。この柱は普通の柱とは少し違います。杉の大木の3本を一組にしているのが特徴です。だいたい柱というのは太くて大きい柱を1本使うんですが、ここで発掘されたのは3本で1組。これがとても珍しいんです。これは古くから渦柱と呼ばれてきたもので、出雲大社地下の豊富な地下水のおかげで奇跡的に当時の姿をとどめていたんです。この調査によると、鎌倉時代前半に本殿を支えていた柱の可能性が高いと言われているんです。空中神殿と言われる古代の巨大本殿が存在していたかどうかは議論が分かれています。明治時代からいろんな調査、いろんな学者によって本殿はこれぐらいの高さだったんじゃないか、そんな風に議論がずっと続いています。その議論の中には、そんなに高い建物じゃなかった、今と変わらないものだった、そういった意見の方もいます。しかしその調査で出土した柱も、そして屋根の部分にあった敷と言われる部分、あとは勝ち荻と言われる部分、これもとんでもない大きさであったことは間違いありません。まあ確かにそういうふうに考える人もいるでしょう。大昔にはそんな大きな建物は建てることができない。確かにそういった意見は学者の中からも多く出ています。しかし大昔にピラミッドが建っていましたよね。めちゃくちゃでかいじゃないですか。ってことは昔はそういったものを建てる技術もあったんでしょう。なのでこの出雲大社も今は失われた技術で建てられていたのかもしれませんね。どんな姿だったかというと、これは古代出雲歴史博物館にその姿が展示されています。出雲大社の本殿の模型があるんですね。そしてこの古代出雲歴史博物館には平成12年から13年の調査で出てきた3本がセットになった柱、これも展示されています。僕も実際に見てきましたが、めちゃくちゃでかい木が3本セットになっていました。伊勢神宮とか行かれた方はわかるかと思いますが、参道にはめちゃくちゃでかい大木が立っているじゃないですか。あんな大木が3本セットで柱の支柱になっていたわけです。これはもう相当でかい建物を支えていたと考えられるのが普通じゃないですか。僕は確実に高い建物があったと信じています。これは平安時代の末期から鎌倉中期にかけて本殿は5度にわたって倒壊してしまったんです。さらに平安時代から江戸時代、この約1000年の間にも何度も倒壊していて、これまでに合計25回も建て替えをしているんです。中世には社会的混乱もあって、16世紀末には4畳5尺、約 13.5 メートルの高さにまでなってしまいました。出土した柱をもとに現代を代表する5人の学者が推定復元に挑戦しました。この5人は藤沢さん、宮本さん、黒田さん、浅川さん、三浦さんです。この中で出雲大社48メートル説を採用したのが2人いました。24メートル説を採用したのが1人、そしてどちらも採用しなかったのが2人いました。そのどちらも採用しなかった2人は48メートルに
近い高さの模型を復元しています。屋根の部分のちぎ、そしてかつおぎ、これは明治時代にあったものが保存されています。長さが5メートルを超えていて、重さはなんと700キロです。こんな大きさのものが屋根につけられていたんですね。ってことは、その当時の神殿はとてつもなく大きかったということがこれで証明されます。もちろん見れます。ここまでお伝えしてきた中で、その3本の柱だったりとか復元の模型、こういったものは古代出雲歴史博物館、これは出雲大社の参道から歩いて行ける距離にありますので、そこに行っていただければたくさんの出土品を見ることが可能です。もし出雲大社に行かれる際は、この古代出雲歴史博物館を先に見てから出雲大社に参拝した方がいいと思います。なぜなら、出雲大社に先に行ってしまうと、出雲大社の本殿の前にある石畳に書かれた模様、そういったものを見逃してしまう可能性があります。なので僕は先に古代出雲歴史博物館に行った後に参拝することをお勧めします。皆さんどうですか？出雲大社行かれた方は、そこにもしかしたら空中神殿があったかもしれない、そんな風な想像を巡らせていくのもすごく楽しいと思います。僕は実際に行ってみて、国旗の鉄柱の高さや巨大な日本国旗や3本の柱が出土した場所、そういったものを見て、本当に過去に戻れるのなら一度は見てみたいなと思いました。出雲大社というと、ものすごくでっかいしめ縄があるのが有名じゃないですか。でも本当に見るべきは、今の出雲大社から古代の空中神殿を想像して見ていくのが僕はいいんじゃないかなと思います。さあ皆さんはこの空中神殿存在していたと思いますか？そんなの絶対嘘だろうって思う人は、ぜひ古代出雲歴史博物館に行ってみてください。それでは今回は古代の出雲大社空中神殿についてお話をしてきました。それでは皆さん、次回のストレンジストーリーも楽しみにしておいてください。